皆さん、こんにちは。ジジです。そうですね。3月の9日、ここ、オランダで、日本大使館が行っていたスピーチコンテストに参加していましたよ。動画を作った後、自分で見てたとき、音があまり良くないと気づけて、やっぱり新しいマイクを使ってるんですけど、使う方法はまだわからなくて、今度は正しく使います。ごめんなさい。で、ずっとスピーチを作るのに頑張ってて、発音を完璧のようになりたくて、すごく頑張っていましたけど、結果は2位になりましたよ。本当に良かったです。で、シ員として今使ってる新しいニコンのカメラを大使館からいただきました。本当に感謝しています。でもですね、最初はスピーチを母に撮影してもらったら、その動画をYouTube ビデオとして使えることができると思ってたんですけど、やっぱりスピーチに緊張しすぎて、母に撮影してくださいと聞いて忘れて、動画がないんです。で、ずっと大使館にメールを送ってて、何か動画があったら送ってもらえませんかと聞きましたけど、やっぱりないんだって。今日は自分の部屋で同じ服を着たり、同じスピーチを発表したり、その日のことを皆さんに表したいと思います。スピーチの内容は結構深くて、ちょっと個人的な経験とか見方とかも入ってますので、それを頭に置いといて、自分でも考えていただいたらいいなと思います。で、テーマはだいたい私にとって日本語を学ぶことで、日本人とリズムを作ることで、どうやって日本がちょっと表面的な興味の対象からもっと深く心から愛する場所となったのかという話です。この言葉は本気の言葉で、本当に大切な個人的な思いので、皆さんが聞いてくださったら本当に喜びます。では始めましょうか。皆さんすいません。スピーチは1ヶ月前ですごく久しぶりだし、あんまり覚えてないんですから、特に最初の部分がちょっとスムーズじゃなくなっちゃって、失敗も多いんですけど、よろしくお願いします。今日は皆さんにスピーチを発表させていただきます。よろしくお願いします。皆さんは恋と愛の違いについて考えたことがありますか？歴史的に見ると、恋とはもともと日本にあった言葉、つまり和語なので、平安時代の和歌などにもよく登場します。例えば、平金森の忍ぶれど、色に入れにけり、我が恋は物やもうと、人の遠まで、などは百人一首にも選ばれた有名な詩です。それに対して、愛は中国から来た漢語で、平治時代より前は、一つのことに心が囚われる執着のような意味で使われることが多かったようです。恋愛的な関係で言えば、まずは恋の段階を経験し、それから愛という段階に行き着くとも言われています。私が日本に興味を持ち始めたとき、周りで日本に恋をしているようでした。
そしてだんだん日本語を学ぶことを通じて、日本人との絆ができ、日本に対し深く長すぎる愛という気持ちが私の中に生まれてきました。この変化を可能したのは、単なる言語の習得ではなく、人とのつながりを通じて育まれたものだったのです。私は2024年の4月から長崎大学に留学しました。留学は日常生活の小さな瞬間で矛盾することで溢れていました。海外から来た私やクラスメイトがただの珍しい存在のように見られることがありました。毎日のように、可愛いよ、鼻高いね、身長高いよね、と、見た目や国籍だけで判断され、個人として見てもらえないように感じていました。少し失礼だと思い、死亡してしまいました。それまでの日本人の完璧なイメージがガラガラと崩れる気がしました。この行為の背景は何なのかと考えるようになりました。私にとって回答への鍵は言語でした。言語とは心をつなぐ力があるのではないでしょうか。日本語を学ぶ中で言葉の背後にある感情や文化を理解するようになりました。その一例が日本人ルーメイトとの会話です。最初は他人と同じように彼女の発言を表面的なものだと感じていました。ところが、私の日本語が上達し、彼女ともっと話するようにつれて、彼女の無邪気な海外への興味が見えてきました。それは私自身が最初に日本に恋をしていた状態に似ていました。この共感を通じて、だんだん彼女との絆が深まり、新しい理解が周囲の他の日本人との関係にもいい影響を与えました。可愛いよ、などという発言は、会話を始めるきっかけに過ぎないことに気づき、その先の深い会話ができるようになりました。その上、日常生活に使ううちに、お疲れ様、よろしく、頑張ろうという連帯感を示す翻訳しにくい日本語の言葉の意味が少し明らかになってきました。そのおかげで日本語を学んだり使ったりしながら、私が抱いていた理想化されたイメージと実際とのギャップの間でバランスを見つけました。表面的なステレオタイプを乗り換え、ここの日本人と真に向き合うことで、日本は恋するような興味の対象ではなく、心から大切に燃え、愛する場所となりました。言うまでもなく、絆は作ってからそのままで存在するものではなく、絶えず変化し、含まっていくものでしょう。これからも日本について学び続けることで、私の見方はさらに広がり、また新たな発見があるでしょう。この終わりのない学びの旅を通じて、日本だけではなくて、世界中の人々とつながることもできると信じています。他国の文化がどのように異なる形で、また不完全な形で可能しているのかを見ることで、私たちは人類に対するより大きな理解を生み出すことができるからです。完璧ではない日本に感謝しています。聞いてくださってありがとうございました。